My new book is receiving wonderful responses from readers. 西澤ロイの頑張らない英語。このコーナーは英語発想の専門家西澤ロイが英語に関するさまざまな話題を取り上げたり、英語を使って活躍している方にインタビューするコーナーです。ロイさん、おはようございます。おはようございます。たくさんの方からレスポンスが、お、聞き取ってますね。今日は聞き取れました。びっくりしました。はい、もう一回言いますと、びっくりしたっていうのも変な話ですけどいやでもなんかこう英語が慣れてきたのかなっていう、その耳に入ってきやすくなってきてるのかなと。一応もう一回言いますと、My new book is receiving wonderful responses from readers、私の新しい本が、読者の方からですね、素晴らしい反応をたくさんいただいていますという、ちょっとどんなのが来てるかっていうと、ちょっと読んでもらっていいですか。はい、この本は子供から大人まで世代を超えて楽しめちゃう一冊ですね。この切り口は今までになかったかも。いいですね。一気に読んでしまいました。第2弾を期待します。早いこれだから売れてくれないと出せないんで、もう売れてくれるように願ってます。そして、で、今日はそんな聞き取れるようになったジュンジュンのために、バイリンガル放送でお届けしたいと思っています。ちょっと聞き取れるようになっただけなんですけど、聞き取れなかったりした場合には、この放送は録画して、YouTube にバックナンバーがあります。でそれ字幕出しますので、何度も聞いて勉強にお役立てくださいということで、ちょっと初の試み。素晴らしい。教材にもなってしまう放送ですね。はい。これは楽しみでございます。では今日も素敵なゲスト様をお迎えしました。カリスマです。はい、ご紹介いたしましょう。英語本のベストセラー著者、東京都根津にある A to Z 英語学校の校長を務めている英会話のカリスマ、デイビッド・セイン先生にお越しいただきました。おはようございます。Good morning. Good morning. How are you doing today? Hi. Okay. Sein-san. Yes. Thanks a lot for coming today. Oh, you're welcome. I'm happy to be here. Yeah. Please introduce yourself. Okay. My name is David Thane, and let me see. I've been in Japan for about 27, 28 years, I guess. Yeah. And I live and work in Nezu, so it's kind of like the Shitamachi area. And I guess that's all. Is that all? Yeah, Okay, that's okay. Well, this is 先生 this の is, はい、すごい売れてる本で、日本人のちょっと変な英語。これ35万部突破とかものすごく売れていて。So how many books have you written? Oh, I don't know. I don't know. 200, 300? Wow. I don't count, so. そう、自分で数えられないほど本を出していらっしゃって、累計350万部っていう噂を伺ってます。そんな大先生に今日は来ていただきまして、で、after all your books, Yes. Maybe you have a lot of things you want to talk about. Yeah, I do. Yes. But today, we どうしようかな。いやいや、こうやって日本語に逃げられるのがバイリンガル放送のいいところで、今日のテーマは、Making mistakes and how to improve conversational skills。英会話で、どうやってその上達して、で、あとは、間違いを犯すこと、その辺について今日は話していこうかなと思っています。はい。はい。もうジュンジュンがもうどう入っていいかわからないみたいなよくわからない汗がすげえ出てるんですけどいやジュンジュンも英語で質問してもいいんですよ。大丈夫です。その時が来たらOkay, so じゃあちょっとセインさんにお聞きしたいんですけれども、Japanese people want to speak in perfect English. That's right. Yes. How do you think about that? Well, if they can speak perfect English, it's great. But I think a lot of Japanese, in order to avoid mistakes, they avoid speaking English. なんですよね。で、それがちょっともったいないっていうかね。They have to make, if you want to improve your English, you have to make a lot of mistakes, I think. Yeah. And, when you're studying English, of course you want to study perfect English. You don't want to learn English with a lot of mistakes.
but when you're trying to communicate, if the other person understands you, then it's perfect. You know, it's no problem. So communication is just about, understanding and being understood. It's not about being perfect. So, yeah. なるほど、なるほど。I often said in my classes Right. that people want to hit a home run, yeah. but they haven't they haven't なんだろうな、うまく言えないだからそのバットも振らずに、はいこうヒットも打てないのにホームラン狙ってるみたいな。そうですね。まあそれは学校の教育のあれかもしれないですよね。学校ではテストでね満点を取りたいんですよね。そうそうそう、バッテンつけられますからね。そうなんですよね。まあでも実際の世界では 10% 言いたいことを 10% 言って、でもそれがなんとか通じたら、もうそれはもう満点と考えましょう。Only 10%。ね、実際の会話では。本当はこんなにいっぱい言いたかったんだけど、まあ 10% 通じたらそれもいいんじゃないですか。確かに何も黙ったら 0% ですから。そうですよね。一発目で僕黙っちゃいましたからね。えっと思っちゃいましたからね。そうそう。はい。そうですね。だから日本人はね、性格的には結構遠慮したりとかね、なんか、まあ喋ってそれが通じなかったりとかねすると本当に固まっちゃうんで、でもどんどんミスをしないとどんどん上手くならないと思うんで、ミスするほど上手くなりますからね。なんかこう通じないことに慣れてないみたいな感じがありますよね。まあそうですね。でも日本人が例えばフランス語とかねスペイン語とか勉強したりすると、なんかどんどんなんか知ってる単語をなんかつなげて喋ったりしてるんで、英語になるとなんかね完璧に言わないといけないっていうのはなんか頭にあって固まっちゃうことがよくありますね。そうですね。もう繰り返しバッテンをつけられた弊害かもしれないですね。そうですね。はいはいはい。そうですね。でも喋るときはね相手もなんていうかな、すごい先生役で、なんかその英語ちょっと違うよとかなんかねそう思ったりもしてないと思うんですよ。相手も一生懸命理解しようとしてるんで、結構ね言葉でも間違えてもね大体通じることが多いんですよ、実際の、その現場にいるとね、だからとにかく喋ればいいと思いますね。But your book kind of says, it's, そうですね。誤解がこういろいろあるとか。What would you say about that? About how can I defend myself, yes, right? Yes, yes. そうですね。まあ、この Maybe in English? In English? Yeah. Okay, I'll try. I might make mistakes, but I'll try. The best way to learn a language is to make a lot of mistakes. And when you make mistakes, maybe it stays with you. When you get feedback about your mistakes. And you can say, oh, wow, that's the wrong way, so I should say it this way now. So I hope that this book will help the readers to experience that. Of course, you have to put in correct English into your head, but if you can kind of go into this virtual world of the of this mangaですかねthen I think you can have that experience of going overseas and making mistakes and learning from those mistakes. So that's what I hope from the book. Yeah, I read this book and this is very funny, amusing, but some people may fear about making mistakes because they might get laughed at. Right. I'm a little worried about that. Yeah. In the front of the book, though, I do tell readers that they should not worry about mistakes and just go ahead and try to talk. And, if they can communicate, then that's good enough. So, yeah. So I am a little bit worried about that, actually. Yeah. I hope it doesn't prevent anyone from trying to speak English, because that would have the opposite effect of what I wanted. And why do you think Japanese people hesitate to speak English? Wow, there's a lot of reasons for that, I think. Of course, like we talked about, if you go to school
and you're always getting corrected and you think you have to get 100% on the test, then it becomes probably very difficult to speak English. But also, one interesting thing I think is, Japanese have a difficult time expressing their, opinion when they're speaking English. The Japanese word iken in English, of course, is opinion, right? Right. Like if you say, this is my opinion, it's kind of like a kimari monku desu yo ne. This is my opinion. And actually, これが私の意見ですって言うとなんかちょっと偉そうですよね。But in English, if you say this is my opinion, it's kind of humble. Humble. It's like saying, yeah, 謙虚で、you don't 聞き流していいんだよっていうような意味ですね。This is my opinion. 聞き流していい？そういうような含みがあるんですよね。ちょっと偉い人にはですね、what's your opinion? っていうのはちょっと言えないんですよ。っていうのはあんまり参考にならないと思うんだけど、どう思うっていうような意味なんで。なるほどなるほど。なかなかこれ What's your opinion って出てこないんですよね。So the word opinion cannot be translated into 意見。意見 No, it should be translated into like probably position. 意見 Yes, is position, like a position or maybe stance. And so if a politician changes his or her opinion, it's no problem. But if a politician changes his or her position or stance, that's a problem. It's a big problem, and they'll probably lose the election, just because they're seen kind of like as unstable, I'd say. So, yeah, when Japanese say, let's express our opinions or let's share our opinions, you can say anything and it doesn't matter, Even if you say it to somebody like above you or president of the company or whoever, it's just your opinion. So anything is okay. じゃあ日本人はオピニオン、意見という言葉をすごい重く考えすぎだと。考えすぎですね。そうですね。はい。そう。もっと聞き流していいよぐらいの感じで言った方がいいと。言った方がいいですね。で、誰か外国人と会ったり話すと、その意見っていうのは、例えばこの食べ物美味しいっていうのは一つの意見ですよね。まあ意見しかないんですよね。それ以外のものは全部ただの情報なんで、わざわざ海外に行ったりとか誰かと話すときにただ情報はいどうぞって言ったら、まあそれ E メールでも何でもいいんで、会って話すときは自分の思ってること感じてること、つまり意見をいろいろ言うのが本当のコミュニケーションじゃないですかね。なるほど。やっぱ日本だと角が立つっていう言い方があって、やっぱりこう意見ってなんかこう考え方とかいろんなものとくっついてますよね。確かに。そうですね。いろいろ研究してちゃんといろんな知識がいっぱいあって、それで意見を述べるっていうのがあるみたいですね。でもこれから日本人がそのグローバル化でね、ついていくには多分どんどん意見を言わないといけないんですよね。確かに。そうですね。黙ってちゃダメっすよ、ジュンジュン。意見がね、黙らないでくださいよ。まあ無音な放送が続きます。いやー。ね、動画で編集したときに僕の姿がこうカットされてたりしますからね。いやまあ日本語でも英語でもいいのでちょっとなんかどうですか。すごいですよ。もうオピニオンのお話、もう僕はオピニオンって言葉をまだ使うに至っていないというかでも僕は本を買わせていただいたんですが、日本人が使いすぎる英語っていう、教科書でよく習うような英語表現は実際その場で喋るとやっぱりちょっと違う意味で受け取られたりとか、そういうことはありますね。すごく今日も来るときね読みながら来たんですけど、すごく勉強になりました。よかったですよ。完全に日本語で喋ってますけど、じゃあちょっと英語でこう名乗ってみてください、ジュンジュン。なるほど。I'm so glad you came. Oh, thank you. なんかすごい。All right. これ事前に調べてきました。Thank you for today. Oh, thank you. I was happy to come here. 何よりです。You are welcome. いや今僕の中で考えてたのは、ジュンジュンに My name is
純上村って名乗ってもらって、それがまあネイティブにどう聞こえるかというのをちょっとですねセインさんの本によると、That sounds like old samurai? まあそこまで本当は言えるかどうかわかんないですけども、ちょっと誇張ですね。まあちょっと硬い、まあ多少古いですかね。まあ普通だったら、例えば I'm Dave Thane とかね、I も言ったりするんで、まあスピーチをするときはね、もしかすると、My name is David Thane とかね、なんかちょっとかなり重い言い方かなって気がしますね。でも本に載ってました。そういうときは My name is じゃなくて、Hi Jun、Hi I'm Jun、Jun 上村。そうですね。それはいいと思いますね。その挨拶をすると感じがいいですよ。Jun 上村っていうと、あれ名字と名前の区別ができないんで、Jun 上村っていうかね、思っちゃうんで、Jun 上村っていうとすごくわかりやすいですよね。本当聞き慣れない名前ですからね。そうですね。まあJun上村はまだいいんですけども、長い名前だとね。ロイ西澤もまあロイで大丈夫ですかね。大丈夫ですね。I'm Roy。でも私もね、Hi I'm Dave Thane っていうと、じゃあ Dave って呼んで大丈夫っていうのが分かってくれるんで、I'm Dave Thane っていうと、じゃあ何を呼んだらいいかまだ分かんないですよね。Mr. Thane とかね、Dave とか分かんないんで、Dave Thane っていうとすごくいいですよね。でもそこの呼び方もなんかこう文化的に難しいというか、そうですね。僕も大学のゼミの先生がトーマス・ヒル先生で、だからミスター・ヒルっていう風に大学では呼ぶんですよ。で卒業したらトムって言っていいよって言われるんですけど、うわーすごい心理的に抵抗があるみたいな。その方は何歳ぐらい？もう還暦迎えてますね。ですよね。だから私も今の大学の例えば教授でも、ミスターなんとかと呼ばれるのはみんな気持ち悪いんですよね。だから大学の教授でも first name でいきますね。ミスターなんとかとかミスなんとかっていうのは、まあこれから消えていくでしょう。多分もう20年ぐらいしたら誰も使ってないんじゃないかなと思うぐらい、どんどん消えていくんですよね。なるほど。はい。というわけでね、まだまだお話ね聞いていたいなかなか話すのが難しいんですけど、ね、どんどん聞いていたいところではあるんですが、そろそろお時間が近づいてまいりましたので、デイブ先生、告知は何かあります。一つあります。はい。ですね、今日の話にもちょっとつながるんですけども、今度ですね、これが10月の28日の18時半から始まるイングリッシュのスピークアップイングリッシュイベントと言ってるんですけども、これは外国人も何人か来るんですけども、ほとんど日本人が集まって、でですね、英語をとにかく喋る。だからその会場に入ったら日本語は一切ダメなんで、全部英語なんですよね。なるほど。そうするとすごく英語ができる日本人とか全然できない日本人とかも行ったりして、面白い会場になりますんで、本当に楽しくやってます。金額は、飲み物とか食べ物がちょっとついて、それで2000円なんで、参加しやすいですね。すごく安いと思いますんで、本当に誰でも気軽にね、ぜひ参加してほしいなと思います。ぜひその参加考えている方に英語で今日の結論も含めてメッセージをお願いします。Okay, we're having an event on October 28th. We're trying to have the event maybe every month, once every month. So if you're interested, please join us. And the last thing I want to say is perfect English is not important. Understanding and being understood is important. ということです。今噛みましたね。Being understood ごめんなさい。ネイティブが間違うというなかなか嫌ですね。ちょっと日本に馴染みすぎましたかね、先生。恥ずかしい。パーフェクトである必要はなく、理解することが大事。そうです。今日の結論。ヒアリングはね、なんとかできるようになってきましたので、今度はね、口に出せるようにね、僕も頑張っていきたいと思いますので、はい。というわけでね、本日はゲストに
英語本のベストセラー著者、そして東京都根津にある A to Z 英語学校の校長を務めている英会話のカリスマデイビッド・セイン先生にお越しいただきました。どうもありがとうございました。 Thank you very much. ありがとうございました。Thank you very much for coming. というわけで本日もお送りしました西澤ロイの頑張らない英語。お送りしたのはナビゲーター上村淳と西澤ロイでした。Thanks a lot for listening. See you next week. Bye bye. See you next week. Bye bye. Every time I look at you